はい、今回はマイティミニ四駆シリーズのダイナホーク GX を改造していきます。マイティミニ四駆は第二次ブーム終盤に登場したシリーズで、フルカウルミニ四駆シリーズと並行してスーパーミニ四駆シリーズが展開されていたように、エアロミニ四駆シリーズと一緒に展開されていたのがこのマイティミニ四駆シリーズなんですね。おおよそスーパーミニ四駆シリーズの形を継いだマシンと言っていいと思います。そんなダイナホーク GX のボディを今回 VZ シャーシに乗せ替えていきます。もともとはスーパー X シャーシっていう、少しサイズの大きいシャーシが使われているんですが、その大きいシャーシに対してダイナホークのボディって割と細い形をしているので、シャーシも少しコンパクトなものが合うんじゃないかっていうのは前から思っていたんですね。なので今回それをやってみようっていうことですね。VZ シャーシに重ねてみると、思っていた通りボディの真ん中にシャーシが収まる感じとか、サイドガードの位置関係とか線は合っているんですね。ただこの加工作業を見て伝わるといいんですけど、思いのほか荒行になっています。ここはダイナフォークの特徴だから広く削りたくないとか、ここに穴が開くと強度的にまずいとか、車高を落とすみたいな工作はしていないのに、ボディキャッチを一旦切り離すことになったりとか、あちこち気にしながら削っていく必要があって、これまでにもいろいろなマシンのシャーシの世界はやってきたんですけど、これ結構面倒な部類に入ると思います。ということで、このダイナフォークをきれいに VZ シャーシに乗せるっていうのは、多分やる人もそういないと思うので、これが今回の見どころですね。ちなみにボディは98年当時のものではなく、2019年に再販されたものを使っています。ボディ側の加工だけで解決が難しい箇所はシャーシ側も削っています。見ての通り、モーターから後ろは右半分だけでつながっている状態で、さらに左側のこのモーターマウントが当たるところにも穴が開くとなると、それはまずいっていうことで、つながっていない右側には橋を渡して補強した上で、左側には穴が開かないようにっていう、そういう努力をしているところですね。このボディキャッチで止める部分も VZ シャーシとは前後の差し込み位置から止める位置の長さが少し合っていなくて、これをぴったり重なる位置に直すと、先ほどのモーターマウントのあたりも多少浅く済むっていうのがあって、少しだけ後ろにずらして長さをシャーシに合わせています。なのでこの切って再接着っていうのは今回の場合車高を下げるとか、そういう上下移動のためではなくって前後移動のための作業になっていますね。大きく干渉する箇所は主にこの3箇所を気にすることになります。特にこの2箇所に関してはボディだけではなくてカウンターギアカバーとモーターマウントの、その A パーツ側も削っています。で、ボディの真ん中のこの細くなっているところですね、ここは電池が食い込んできます。あとそれ以外に強いて言えばモーターの真上で、これ平らなところなんですけど、実はここもスレスレなので内側を少し削り込んでおくと良さそうですね。これが先ほどのボディキャッチ部分がシャーシにぴったり重なる位置になりましたっていうところですね。あとは一部形状の変更と軽量化にも取り掛かっています。
この段階では 26mm のローハイトタイヤを合わせていますが、シャーシが変わってホイールベースが 4mm 短くなっている関係で、この横のウィングを擦るので最終的に 24mm の小径タイヤを合わせるつもりでいます。今回に限らずシャーシを乗せ替えるとかボディをずらすみたいな工作をするときは、ボディが左右に傾いたりしないように気を使っていますが、その甲斐あって最初シャーシと重ねてみた時の理想通りに乗せることができたと思います。ボディのカラーリングはシャーシのパステルブルーに合う色を選んで、合わせた時に可愛いよりは綺麗な印象を目指しています。ダイナフォークは割と凹凸がはっきりしているので塗り分けやすい方ですね。デザイン的にこの手のマシンはカーモデルではなく形に倣って飛行機やガンプラなんかを塗装する感覚で色を選ぶのもいいと思います。